はいどうも、車買うチューバーワンソクチューブです。今回はなんと2020年7月2日に発表されたばかりのプジョー新型208ガソリンモデルの GT ラインお借りすることができました。プジョーシトロエンジャパンさんありがとうございます。もうね、プジョーシトロエンジャパンさんの本社から移動してくる間の市場でね、もう感動しっぱなしだったんですけれども、もう欧州カー・オブ・ザ・イヤーをね受賞したというのも納得の出来栄えの車でした。で、お借りしたのはですね、ガソリンモデルのプジョー 208GT ラインという上位グレードですね。車両本体価格はなんと293万円と結構お求めやすい価格になっています。これで最上級グレードですからね。中間グレードのアリュールは259万9000円からとなっているので、結構ねコンパクトカーの B セグメントの車の中では国産とも競合してくる価格帯だと思います。さらに今回の208にはね E208 というね、そちらは130万円高い価格になっていますけれども、EV のバッテリーコストを考えたら結構お安い価格だと思います。で、こちらの新型208なんですけれども CMP というねコンパクトモジュールプラットフォームというね新しい新世代プラットフォームを採用した車となっています。シトロエンの DS3 クロスバックが初採用となったんですけど、そのね同じプラットフォームを使っています。それではまず 208GT ラインのエクステリアから見てみたいと思いますが、こちらエリクサーレッドというね優勝カラーになっています。こういうねやっぱコンパクトカーはね明るい色が似合いますよね。私白黒ばっか買ってますけども、そして昨今のプジョーのエクステリアデザイン同様にこのね牙のようなセイバーというねポジションランプが特徴的ですよね。こちら GT ラインではフル LED ヘッドライトになっていてポジションランプがデイライトになります。そしてインテリジェントハイビームというオートマチックハイビームも備わります。そしてウインカーはこんな感じに光ります。この牙の部分がね508とかでは光ってたと思うんですが、ウインカーはねここの内側の部分が光るようになっています。いや、これもねなかなかね昼間見てもこんだけ光ってる部分が多いとね特徴がありますよね。そしてボンネットには208のロゴが入ります。これもね最近のプジョーのデザインですね。そしてブルーライオンのロゴがね中央に鎮座して、グリルはねなんか横フィンの形状になっていますが、ここねメッキになっていますが E208 ではねこれボディ同色に乗られるそうです。そしてね、ナンバーの下のところ、ここが多分レーダーとかが集約されてるんだと思います。そしてね、グリルのところはねちゃんとねこうダミーじゃなくてねちゃんとエアがラジエーターの方に抜けるようになっていますね。いや、このデザインもなかなかかっこかわいいんじゃないんでしょうか。これ女性にも受けそうですよね。やんちゃな顔つきではありますけどね。そしてプジョー208のボディサイズは全長4095、全幅1745、全高1465と、全幅もね 1.8 メーター以下とで、全長も4メーターということで、もう B セグメントの中ではね、コンパクトな方ではないかと思います。本当ヤリスとかね、マツダ2とかと同じようなサイズ感になっています。そしてこちらにはね GT ラインには17インチのアルミホイールが装備されます。そしてホイールアーチのところがねピアノブラックになってますけれども、これもね GT ラインの専用装備となっています。これねちょっと SUV チックにも見えますけど、これまたねスポーティーな感じでおしゃれかっこいいんじゃないでしょうか。そしてブラックのミラーとルーフもねツートンカラーになります。で B ピラーもちゃんとピアノブラックになっていると。いやはや質感高くないですかねこれで。鍵穴はねアウタードアハンドルの鍵穴は見えるパターンになっています。そして C ピラーのところにはね GT ラインというロゴがつきます。そしてリアの方に回り込んでみましょう。いや、リアも特徴的だな。3008あたりからこういったねブラックアウトされたリアコンビネーションランプが左右につながるようなデザインになってきたりしていますけれども、新型208でもねそれが踏襲されていると。それがコンパクトになってよりね凝縮感があるデザインになっているかと思います。ちなみにリアコンビネーションランプとウインカーはこんな感じに光ります。プジョーっていうねロゴと文字が入ってますね。そしてバンパー下部のところもちゃんとピアノブラックに塗装されていて、無塗装素地むき出しなんていうところがほとんどないですね。いや、これ B セグメントでここまでやるかって感じですけども。でマフラーは片側一本出しですね。でリフレクターと中央の部分、これなんだろうな、光るのかな、リアフォグですかねこれはね。中央にねデザインされてるのもかっこいいですね。そしてねこのリアビューなかなかかっこいいですね。大型のねルーフスポイラーもついていますし、このアンテナはねちょっと棒タイプになるんですね。ここはなんかちょっとレトロな感じもありますけれども。続いてはねインテリア見てみましょうね。 B ピラーピアノブラックになっていて、アウタードアハンドルの鍵穴は見えるタイプになっています。そしてドアを開けるとこんな感じですね。
さすがにトリム上部はハードプランになっていました。ただここのねオーナメントのところカーボン調になっているのはソフトパッドになっています。そしてピアノブラックの化粧パネルついてますが、ここねアンビエントライトが光ります。そして非常機部分はステッチ付きのソフトパッドで、インナードアハンドルもね手に触れるところがくり抜かれてるなんてことはありません。ウィンドウスイッチ周りはね普通ですね。でグリップのところにはちゃんと合成比較ステッチ付きのものがついています。そしてヒンジはねプレス製ですね、フランス車は。で続いてシートの方を見てみましょう。スカーフプレートにはねプジョーのロゴ付きのものがついていますね。そんでこのシートがおしゃれだったんだわ。これねレザーとファブリックのコンビネーションになってますけどね、ここのね中央の部分はアルカンターラと、そりゃ触り心地もいいわけだ。そしてブルーとグリーンのステッチ、これもおしゃれですよね。フランス車はねシートが本当にいいんですよ。このファブリックの触り心地最高ですね。でパワーシートの設定はありません。そして、ペダル類は金属のものになっていて、フットイルミもついていますね。それでは乗り込んでみましょう。ドア閉めた音めっちゃ重厚感あります。これ DS3 でも感動しましたが、同じようにね重い音がしますね。で 208GT ラインのインテリア前景はこんな感じですね。プジョーではアイコックピットというね小径のステアリングの上からメーターを覗くようなデザインになっていますけれど、これがね 3D アイコックピットというものに進化しています。そして7インチのナビはオプションで装着されています。そしてエアコン類のスイッチがあって、そして508とかのね共通パーツになっている電気式のシフトノブ、これもついています。インテリアはねまたさらに進化してますね。細かく見てみましょう。まず、アイコックピットにも、これ入ってくるナビなんですけれども、こちら7インチのナビ、これね、プジョーでおなじみのものがついていますけれども、 ETC とセットで24万6000円になります。でねこれもね立体的になってちょっと浮いてるんですよね。今まではインパネにね埋め込まれるような形になっていましたが、ちょっと運転席側を向いて浮いた形になっています。ただねエアコンなどの操作もここのメニューから呼び出して温度調整とかをしなければいけないので、物理スイッチがないのと、そのエアコンの操作をしている間はナビの画面が消えてしまうというところは他のプジョー車にも言えることですけれども、この辺はね物理スイッチがあった方が良いかなと思うシーンでもあります。で車両の設定なんかもここで変えることができます。はい。でナビがちょっと浮いた形になってるでしょ。この辺もね 3D たるゆえんだと思います。そしてカーボン調の、オーナメントがついてますが、この辺も全部ソフトパッドになってます。ダッシュボードもステッチ付きですね。そして、スタートスイッチの周りにはメッキのリングがついていて、エアコンのねデフロスターのスイッチだけは物理的にありますね。そしてハザードスイッチもあります。で、ボリュームダイヤルも物理的にあるタイプになっています。でその下にはですね USB のソケットと USB Type-C のソケットもあります。でここピアノブラックのパネルがついていますが、ここ押せるのかと思いきや押すのはこっちなんですね。ここを押すとパカッと開いて、中はねワイヤレススマートフォンチャージャー、チーってやつですねが標準装備となっています。この辺も良いですね。で閉めると。でその下は小物入れになっています。そして 12V のシガーソケットがここに備わってますね。電源関係も豊富ですね。で2パッドはないですけれども、インパネセンターコンソール周りすべてピアノブラックの化粧パネルがついていると。で電気式のシフトノブもついていると。これもね高級感ありますよね。これ B セグメントですからね。ビッツとかヤリスとかその辺のクラスと同じ車と考えると非常に質感高いと思います。そしてその後方にはですねむき出しのドリンクホルダー2つと電動パーキングブレーキ備わっています。ただしフランス車ではブレーキホールドはないですね。この辺が惜しいところで、その後方には、ドライブモードセレクトのスイッチがついています。でエコ、ノーマル、スポーツと、変えられますけれども、このユニークなのがねスポーツにすると疑似的にエンジン音を再現する機能がついています。なんかフィーンフィーンってねちょっとおもちゃみたいな機能もついています。これマットさんに怒られるやつや。はい。そしてその後方にはですね、アームレスト、これもね天板革になっていて、パカッと開けると、センターコンソールありますが、ちょっと小銭入れみたいなね、ポケットの、収納もあります。でサイドの部分はねファブリックになってるんですよね。しかもねこれ可動式で伸びてきます。この辺サイドねファブリックになってるのもいいですね。
で続いて助手席の方を見てみますが、ダッシュボード上部はちゃんとソフトパッドでステッチもついています。でカーボンのパネルがあって、アンビエントライトがねここに仕込んでます。でドアの方にまで伸びています。これね夜間は綺麗でしたね。でここはハードプラです。でグローブボックスを開けるとフランス車お約束のヒューズボックスがね左ハンドル用であって半分埋まっているので車検証とか入らないパターンですね。はい、続いてステアリングホイール見てみましょう。これもねアイコックピットならではの小径のステアリングホイール、非正円で上がね水平になっていて下も水平に切れています。でこう2本で支持するタイプなのでパンケーキ食べたいができるやつですね。はい、で、パドルシフトもついていてピアノブラックの加色がしてあります。この辺もね508同様質感が高いですね。でここのダイヤルで、メーター内の情報を切り替えることができます。でこのねメーターがすごかったんだわ。これねアイコックピット 3D アイコックピットと呼ばれてるんですけれども、手前にですねアクリル板があってホログラムのように立体的に、情報が投影されているという形になっています。なのでこうねタコメーターとかの数字の部分だけね手前にあるのが分かりますでしょうか。スピードメーターの数字の部分も立体的に手前にあるように、見えています。これねどういう仕組みかというと、実はですねヘッドアップディスプレイと逆の発想でですね、上にモニターがあって斜めに設置されたアクリル板に反射して映っているというパターンになっています。これもコストかかってるな、すごいぞこれは。そして、ステアリングホイールはね、非1000円でその上からアイコックピットのメーターを見るのが、プジョースタイルですよね。でこのように、デジタル液晶メーターの情報をいろいろ切り替えることができます。で日本仕様では、地図のね、表示とかはできないですね。でこのね、情報を切り替えるとアニメーションされるのはユニークなんですけれども、切り替えにね時間がかかるのと一度に表示できる情報がやっぱり少ないですね。で個人的にはですね、タコメーターと、運転支援の情報は、1画面で見れると良いなというのが実際に運転した見た感想ですね。これもねユニークですよね。タコメーターが右半分をね半時計回りに、上昇していくパターンになっています。でもねやっぱねこう運転支援の画面にすると運転支援とスピードしか映らないので、この画面でもねタコメーターが見えると良いなと思いました。これもね立体的にね、車の部分だけ、手前に、ホログラムで映っているという形になっています。いや凝ってるでしょ。これ B セグの車ですからね。しかも259万円からありますからね。でこのアイコックピット自体もねこの横がね抜けてるデザインになってるんですよね。この辺もこだわりを感じますよね。そしてステアリングホイールの右側もねカーボン調のパネルが連続してついていて、その下にはね運転支援のオフスイッチがあります。そして ETC のユニットがあります。ナビとセットでね ETC がついてきます。そしてオーバーヘッドコンソールなんですけれどもフレームレスのミラーになっています。この辺も質感高いですね。そしてルームランプ類も LED と、この辺もいいですね。ただ SOS コールなどコネクテッドはついてないみたいですね。でこちら巨大なねパノラミックガラスルーフ、すごいね B セグにしては相当広い面積ですね。これ10万2000円のオプションとなっています。このサイズのねパノラマルーフが B セグにつくのは珍しいですね。そしてバニティランプには LED の照明付きと、これも素晴らしい舞踏会いけるやつですね。はい、続いて後席を見てみましょう。後席ドアを開けると90度近くまでは開かない感じですね。でこの辺はさすがにハードプラってなっていて、肘置きの部分はステッチ付きの合成規格で覆われています。でここもねピアノブラックの化粧パネルがついています。で窓開きチェックなんですけれども90点ぐらい開きますね。いいと思います、こんだけ開けば。でドアポケットにはドリンクが置けるようになっています。そして後席のシートなんですけれども、これもね前席同様おしゃれなねレザーとファブリックのコンビネーションになっていますが、リクライニング機能は備わりません。それでは乗り込んでみましょう。よっこら小一、これ結構足元狭いですね。ドアシルかなり高くなっています。ただドアを閉めた音はね非常にねズムって重い音がしますね。そして、後席足元なんですが、身長173センチの私に前席のポジションを合わせて拳1個分ぐらい。そしてねこのね
シートバッグの厚みが半端ない。ここまで厚い必要あるのかっていうぐらい立派なシートがついてるおかげで後席の圧迫感も、増しているという形になります。シートバックポケットは運転席助手席ついていて、さらにねセンターコンソール後端には USB ポート2口完備してる。後席の人も充電できるのはいいですね。そしてセンタートンネルなんですけれども、さすがにねここ5人乗ることはあんまないかもしれないんですけれども、高さは結構あるので真ん中の人はねちょっとまたぐような形になります。そして後席のアームレストは備わっていません。で後席座るときはねヘッドレストを伸ばさないとちょっと快適には座れないなという感じでした。ただね、ヘッドレスト伸ばしても天井やっぱ低いですね。でこの辺だけくり抜かれるような形になってますけれども、ルーフがね下がってきているので、なんかねここに、後席のねルームランプついてましたけれども、これもねタッチセンサー式になっていてユニークでしたね。でこれね下がってきてるの分かるでしょうか。かなりね、ヘッドレストと近い位置までルーフの、上部が来ているということになっているので、私もねちょっと髪の毛がやっぱり接触しちゃいますね、天井に。でこっち側もちょっと見てみましょうかね。でヘッドレストをこのように伸ばすと、このぐらいですね。天井までの隙間はここも斜面になってますけれども、こんぐらいなので結構ヘッドレストに頭を預けると、髪の毛が当たっちゃうかなという感じになります。ただですねこちらパノラマルーフをつけているので後席でもね明るいですね。こんだけ広大なガラスのね、ルーフの B セグメントの車ってなかなかないんじゃないかなと思います。はい、続いてラゲッジスペースを見てみましょう。パワーテールゲートの設定はありません。でラゲッジスペースはこんな感じですね。で後席を使用した状態での容量は265リッターと、B セグメントとしては標準的ではないかと思います。でねトノカバーもちゃんとね備わってますよね。そして、ここね車検証はここに今挟んでます。で、ラゲッジランプは LED ではないですね。豆球ですね。で、ラゲッジボードアンダーデッキを開けると取っ手がなくて穴なのはねちょっとなんかコストダウンを感じますが、中にはテンパータイヤが入っていました。そして、後席を倒すとこんな感じですね。段差ができてしまいますが、これでね車中泊をしようっていう人もいないと思いますので、十分かなと思います。デミオとかでもね段差できますからね。はい、こんな感じになっています。といった感じで、新型 208GT ライン、見てみましたがいかがだったでしょうか。エクステリアもね革かっこいい感じになっていてめちゃくちゃコンパクトだし、さらに内装もねクラスを超えた質感と装備おごられてますよね。しかもねこれ走ったらもうすごかったんだわ。これちょっとね自分でもね恥ずかしいぐらいね感動してるんですけれども、そのね驚きの試乗インプレッションは次回お届けしたいと思いますので、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。フランス車もたまにはいいよって方はね、グッドボタン押していただけるとモチベーションが上がります。それではあなたの物欲を刺激する車買うチューバーワンソクチューブ、次回もお楽しみに。